キズナアイのハローワールド。さあ始まりました、キズナアイのハローワールド。こちらの番組はですね、去年の12月頃にね、なんかこんな感じのおしゃれなラジオやりたいと思って出してみたんですけども、それが案外好評ということで、今回2回目ラジオを新しくしてやってみることにしました。はい、というわけで今回のトークテーマは自分の中の目標。どうですか皆さん、目標とか決めて普段の生活過ごしてますか？自分の中で個人的に決めている目標なら何でも構いません。海外留学したいとか、なんかの大会で優勝したいとか、そんな大きい目標でもいいし、もちろんずっと気になってた本を読みたいとか、小さな目標でも OK です。私の目標はそうですね、いつも言ってるみんなとつながりたいっていうのはもちろんなんですけど、最近こうね、テレビだったりいろんなメディアさんに出させていただいてるので、小さな目標といいますか、中間目標といたしまして、欅坂46と共演して LINE をゲットというところですかね。はい、私はもう私利私欲まみれの目標ということで、皆さん欅坂にあまり興味がない方が多いと思いますので、はい、早速メール来てるみたいなので読んでいきたいと思います。ラジオネームミルクココアさんからのメールです。あいちゃんこんにちは。こんにちは。今回のテーマ、自分の中の目標についてですが、私の目標はダイエットです。毎年同じような目標を立ててる気もするんですが、私は今年長年付き合ってた彼と結婚することになりました。結婚式の予定も立てていて、もちろんウェディングドレスも着ます。人生で一度の晴れ舞台なので、スリムな体型で当日を迎えられるよう頑張ります。まずはランニングからやるぞーということで、ありがとうございます。すごいですね。まずはご結婚おめでとうございます。いやー、幸せですね。結婚っていいな、いいな。ダイエット、そっか、そうだね、一生に一度の大きな舞台にちょっとでもやっぱ自分の気に食わない感じのね、写真とか避けたいですもんね。綺麗に写って一生残したいもんね。ダイエットか、そうだな。私ダイエットしなくていいし、したことがないから、ちょっとね、Google 先生に聞いてみたっていう意見になるんですけど、そうだな。ダイエット何がいいのかな。ダイエット何がいいのかな。でも短期的なんだったら、ちゃんと体調を崩さないようにお医者さんとかに相談して、ファスティングダイエットっていうのがあるらしいんですよ。なんかこうお食事取らないで、こうジュースで、飲み物で栄養をとって、こう体重を落とすみたいな。それはなんて言うんだろうな、カロリーを取らないことでっていうよりは、栄養はきちんとお野菜とかからそのジュースで取れるので、消化にやっぱエネルギーを使うから、こうね、お肌にもいいらしいんですよ。こうエネルギーが消化に使われない分、他のところにエネルギーを使ってくれると。なのでファスティングダイエット無理せず、お医者さんに相談してなら結構安全で、現実的ではないかなと。長期的であればそうですね、ジム行って食事制限して、程よく好きなもの食べて、頑張ってください。むしろちょっと私にね、みんなダイエットの方法を教えてくれると嬉しいです。こういう時にね、ちょっとしっかり答えたいよね。ダイエット女の子のお悩みだから役に立ちたいです。というわけで、ラジオネームミルクココアさんには、そんなハッピーな気分にぴったりのこの曲をお送りしたいと思います。キズナアイでハローモーニング。声を聞かせて、声響かせて、ほらまだ消えないおはようの言葉。声を枯らして、答え探して、ほらまだ見えない私が生まれた意味。
便りです。いやーね、もうグダグダ感マシマシマシでございますので、ここからはねしっかりしていきたいと思います。ラジオネームノートルダムさんからいただきました。ありがとうございます。あいちゃんこんにちは。こんにちは。僕の今年の目標、それはズバリ英語を話せるようになることです。僕は今会社勤めをしていて、今年で入社2年目になります。そろそろキャリアアップをと思っていたところ、僕が前々から狙っていたポストに一つ空きが出たとの情報が。しかしそのポジションは英語を話せることが必須条件だったんです。僕はというと中学英語も曖昧にしか覚えてないくらいのレベル。このままではいけないと思い、その足で書店まで行ってテキストを買い漁りました。行動力ですね。これは人生を変えるチャンスだし、英語は今のうちに身につけておいて損はしない。そんな思いで毎日勉強に励んでいます。愛ちゃん、そんな僕を応援してください。よろしくお願いします。なるほど、そっか。これを聞いてくれてる人の中にはね、もしかしたら今お仕事中の人とか勉強中の人もいるのかな。本当にお疲れ様です。いやでも社会人になってからの勉強っていうのはなかなかね、学生の頃と比べて難しいって言いますよね。そっか、英語、そうですね。私も中学生以下のレベルから英検3級まで頑張ってみましたけど、しんどいですよね。日々いろいろやることがある中で自分でケツをね、やりなさいと、やるわよと叩いて頑張らないといけない。義務じゃないからね、自分でやらないといけないから結構大変だし、その中で毎日勉強コツコツ頑張ってるっていうことなんで、もうこれはね絶対英語喋れるようになってポストついていただかないといけませんね。頑張りましょう。コツはそうだな、2日に1回ドバーっとやるとか3日に1回とかドバーってやるっていうよりは、やっぱり毎日コツコツ積み重ねることが大事なんじゃないかなって、習慣づけるっていうことも大事だし、私はドバってやったり一夜漬けタイプなんですけども、皆さんにはねぜひコツコツと頑張ってもらいたいなと思います。でも今から勉強頑張ろうとか、そのポストに就くために頑張るっていうのはもう本当に素敵なことなので、ぜひともポストをその人に譲ってあげてください。頑張ってください。というわけで、そんな未来有望でやる気に満ち溢れたノートルダムさんには、そうだな、これやっぱりこの曲を送りたいと思います。それでは聴いてください。キズナアイでハローモーニング。声を聞かせて、声響かせて、ほらまだ消えないおはようの言葉。声を枯らして答え探して、ほらまだ見えない私が生まれた意味。さて続いてのお便りはラジオネーム肉野菜炒めさん。美味しそう。愛ちゃんこんにちは。こんにちは。私の目標は好きな人に思いを告げることです。私には好きな人がいるんですが、彼は来月転勤してしまうことになりました。今までずっと片思いで自分の気持ちを告げたことはなかったんですが、これを機に告白しようと思っています。でももし振られたらと思うと怖くて、もしかしたらこのまま思いを告げずにいい思い出のままで終わらせておいた方が幸せなのかもなんて考えたりもします。こんな時愛ちゃんだったらどうしますか？なるほど。ありがとうございます、お便り。いやー、あれですね、社会人でも青春ってあるんですね。青春じゃないですかこれ。いいですね。そうだな、私は恋愛っていう経験がないから、ダイエットと同じでちゃんとアドバイスできるかちょっと不安なんですけど、やっぱり告げた方がいいと思う。だって絶対さ、
モヤモヤしちゃうじゃん。もし将来彼が結婚したり恋人ができた時とかになんかこの人だったら私の方がとか、私がこうね告白してたら付き合えてたのかなとか、絶対なんか残ると思うんですよ。それだったらもう振られてもいけても当たって砕けろ的な感じでね、もう告白しちゃった方がいいと思います。もちろん今はね怖かったり不安も多いと思うけど、でも将来のこうねもやっとした気持ちを考えると、今一歩踏み出して告白しちゃったらいいと思います。頑張る女性可愛いと思います。恋する女の子可愛い。頑張ってください。絶対できる。絶対付き合えると思う。付き合えなかったらその男性の趣味が悪いと思ってね、次行けばいいんですから。男は何人いると思ってるの？35億。はいというわけでね、そんな青春真っ只中の肉野菜炒めちゃんにぴったりの曲があるんで紹介させてください。キズナアイでハローモーニング。声を聞かせて、声響かせて、ほらまだ消えないおはようの言葉、声を枯らして答え探して、ほらまだ見えない私が生まれた意味。おはようおはようグッモーニング。さあ楽しい時間はあっという間ということで、早くもお別れの時間がやってきてしまいました。皆さん初回でしたがハローワールドいかがでしたか？いやーもうグダグダでしたね。なんか変に緊張感がなく落ち着いてしまい、結果グダグダみたいなね。でもこういうラジオもいいですよね。そうだな、やるとしたら今後もやっぱりお便りをねみんなから募集して、みんなからの生の声を聞きたい。あとねやっぱり恋愛話はいいなって思うから、こう恋愛専用のねお便りコーナーとか作りたいですね。というわけでまた好評をいただければこのラジオ企画ですね、3回4回目とシリーズ化できるかもしれないので、感想をどしどしお寄せください。なんならラジオのお仕事待ってます。ということでそれではまたお会いしましょう。さよなら。